オールスタジオへようこそ。メカニックのタスクと申します。今回は HG144 分の1ガンダムファラクトを作っていきます。模型ライト支援砲撃。ランナーは全部で7枚。ビームエフェクトランナーが1枚にシールが1枚。少し細身ながらプロポーションは抜群で、デザイン通りで忠実な反面、関節や機構が一般的なガンプラと異なる部分が多く、悪く言えばポージングがすごく難しいキットです。このようにかかとの関節は特殊で接地面に合わせて動かしたり畳んだりできます。最大の特徴ともいえるブースターは、サイドの可動はもちろん上部を引き出してバックブースターが展開します。ガンビットコラキは左右4機ずつ2機折り重なって収納可能。前腕にはビームサーベルも収納されています。あとしれっとマスクを外すことが可能で、おなじみのガンダム顔が隠れています。複雑なパーツ分割と段落ち加工で実質合わせ目がないですが、段落ち加工が不自然なブースターのサイド、太ももの裏側、ライフルは溝を埋めて合わせ目を消していきます。またパーツ分割が多い分、分割ラインが浅いパーツは各所深く掘り起こし、縦埋めは足関節後部、ブースター接続アーム、メインバーニアユニット裏面、ライフル先端部を埋めていきます。あとは後部全体をシャープ化していきます。太もものパーツは走行部の大きいピンをカット。内側の関節はマーカーで着色している出っ張りを両面それぞれカットしていきます。これで組んだ状態でも簡単にはめ込めます。ブースターのサイドはばらして中のパーツを根元でそれぞれカット。着色している部分をカットすれば外側からはめ込めるようになります。合わせ目消しはまず流し込み接着剤で接着。その後隙間に瞬間カラーパテを丁寧に流し込んで、硬化スプレーをかけて硬化させます。完全に硬化したら金属ヤスリで形を整えて、板に貼ったスポンジヤスリ240番、紙ヤスリ400番を順にかけて合わせ目消し完了です。パテ埋めをしていきます。エポキシパテを色が均一になるまで混ぜたら、小さく切ってしっかり埋まるように押し込みながら少し多めに盛り付けます。硬化したらデコボコをデザインナイフで切り落とし、金属ヤスリで整えます。あとは240番の板ヤスリをかけて完了です。頭部のシャープ化は、まず先端部のプラッグをパチパチとカット。切断面を金属ヤスリで整えたら、折れないように丁寧に裏側をデザインナイフでカンナ掛け。表面の各部を彫り直して、最後に面に沿って400番の板ヤスリをかけてシャープ化完了です。
ガンビット攻撃を再現するエフェクトを作っていきます。準備したのは 0.5mm のピアノ線と市販のボールジョイント。まずは大胆にガンビットの中心にピンバイスで 0.5mm の穴を開けます。同じくボールジョイントの軸先にも 0.5mm で穴を開け、再現したいエフェクトの間隔に合わせてピアノ線に瞬間カラーパテで止める場所を太く加工します。あとは外側からガンビットをピアノ線に通してボールジョイントを台座にエフェクトの完成です。各部溝を掘り直していきます。着色した溝が浅い部分は 0.2mm のタガネで端から端まで優しく丁寧に掘り込みます。他もいつも通りに掘り直しています。線面処理をしていきます。パーツの広い面を中心に240番のスポンジヤスリを貼った板ヤスリで引き受けしながら全体を大まかに整えたら、400番を貼った板ヤスリをかけて平らに仕上げます。あと表面処理の撮影を忘れてしまったのでカットしています。塗装の下準備をしていきます。まずはパーツを中性洗剤と超音波洗浄機を使って削りカスを落としていきます。パーツが乾燥したらエアブラシでサーフェイサーを拭くために持ち手にパーツをつけていきます。基本は1200番のグレーサフを垂れない程度にしっかり均一に拭いていきます。発色を良くするために黄色いパーツのみイエローサフを拭きました。サフが乾燥したら本塗装に入ります。調色ですが黒い機体は撮影映えしないのでベースを深めの紫に変更。合わせてライフルは金属色に変更しています。ビームエフェクトのピアノ線とポリキャップは先にプライマーを吹いてホワイトサフを吹き、エフェクトの部分のみ蛍光ピンクを吹いています。パーツの細部を塗り分けます。ラッカーは頭部のアンテナ先端部のみ塗り分け、次にエナメルブラックで膝の関節やシェルユニット内部等の黒い部分を塗っていきます。墨入れはタミヤの墨入れ塗料を使います。白いパーツのみダークグレーで、他はブラックで墨入れしています。
墨が乾いたら模型用の綿棒にエナメル溶剤を染み込ませてはみ出し部分を拭き取っていきます。市販のコーションデカールでドレスアップしていきます。水に浸してパーツにデカールのりをつけて、デカールを台紙からスライド、位置を調整しながら綿棒で水分とのりを吸い取って貼り付けます。ここでシェルユニットの赤い部分のシールを貼り付け、ピンセットで仮置きしたら爪楊枝で押し付けてしっかりと貼り付けます。残るはトップコートです。持ち手に固定してしっかりホコリを払ったら、半光沢のトップコートを吹き付けていきます。垂れない程度にたっぷり吹き付けます。ビームエフェクトパーツのみ光沢を吹き付けました。トップコートが乾いたらシェルユニットをカバーするクリアパーツをはめ込みます。あとは組み立てです。完成まで少しお待ちください。お待たせしました。 HG ガンダムファラクトの完成です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。オールスタでは全塗装でサクサクと制作する模様をお届けしています。未熟なところもあると思いますが、皆さんの制作モチベーションが上がってくれたら最高です。水星の魔女は戦闘が少ないのもあってエアリアンにやられた機体はほとんど出てきませんね。ファラクトは再び登場するのでしょうか。4月から後半に注目です。ではまた。